アンニョン、パックンです。カニが踊る巨大看板、どこまでも続く鳥居のオレンジ色、そしてグローブに手を合わせる高校球児たち。16歳の僕は空港に降り立ったその日から現実離れした異世界に飛び込んでいました。3日間で3つの日本を経験した僕はただただ言葉を失いました。なぜ僕の心がここまで揺さぶられたのか。今日は僕が初めて日本を旅した大阪の衝撃、京都の静かさ、甲子園の熱風をお届けします。日本を再発見したいあなた、ぜひ最後まで見てみてください。まず一つ目は大阪の混沌、看板が叫び街が笑う場所ということです。僕が人生で初めて一人で足を踏み入れた日本の土地、それが大阪の道頓堀でした。関西空港から南海電車で難波まで直行、道頓堀に着きました。目に飛び込んできたのは動く看板たちの共水。巨大なカニの足がゆっくりと動き、クリコのランナーは全力でゴールを切り続け、ドンキホーテのパンギンは夜中でもピカピカ光ってる。うわ、アニメの世界って現実に存在してたんだ。韓国にも繁華街はあります。ミョンドンとかホンデも賑やかですよね。でもこんな風に街全体がキャラクターのようになってる場所は少ないんじゃないかなというふうに思っています。というかどこにあるかな、ないんじゃないかなと思うぐらいのイメージですね。特に大阪の看板文化は世界で見ても珍しい。日本の看板は空気に自己主張してくる。視界を奪い、耳に残り、写真を撮らせ、街の形式そのものが娯楽になってるんですよね。そして通りを歩けば、焼けたソースの香り、たこ焼きのお兄さんが、お姉さん、3個おまけやで、と叫んでる。外国人観光客が看板の前でピースしてる。街中に笑顔と音と食が掛け合わせていて、それが全部道頓堀という舞台の演出になっている。ラーメン屋に入れば、キッチンからのいらっしゃいませーとか、チャーシューを切る音とか、夕霧の水しぶきとか、お一人ですかという一言にさえテンションがある。この街は静かさを許さない。すべてが音と熱気でできている。その時僕はふと思いました。あれ？ここある意味では韓国に似てるかもしれないって。韓国も人が元気でおしゃべりが多くて、屋台のおばあちゃんが勝手におまけしてくれる文化があって、大阪の人たちの人懐っこさや情熱はどこかプサンやソウルに似ているような通じるものがあるんじゃないかなというふうに思いました。実際日本に9年住んだ今でも傾向的に韓国人と一番雰囲気が似ているのは大阪の人々ではないかと僕は思っています。何でもズバッと言って、でもその裏にちゃんと思いやりがある人たち。初めて来た日本、言葉も文化も全部違うのに、道頓堀の騒がしさだけはなぜか懐かしかった。だから僕の中で日本の第一印象は静かで礼儀正しい国ではなく、看板が踊り、人が叫び、笑い声が空を埋め尽くすカオスの国、大阪でした。でもそれが僕を日本に引きつけた最初の魔法だったのかもしれません。二つ目の話、京都の静けさですね。時間が止まったような街で僕は声を失いました。大阪の活気を後にして、次の日の朝、僕が向かったのは京都です。阪急電車の窓から見えたのは、低く連なる瓦屋根と静かな山の稜線。大阪の音がまだ耳に残っていた僕には京都の空気があまりに静かすぎて逆に衝撃的でした。最初に訪れたのは二条城。廊下の木の匂い、庭に植えられている松の葉の影、何百年も前の気配が今もそこにちゃんと残っている。それが京都でした。続いて向かったのは金閣寺。水に映る金色の建物は風でわずかに揺れていて、まるで夢の中にある寺を誰かが丁寧に具現化したかのよう。周囲の木とかも石とかも観光ルートの
順路さえも完璧な静けさのために設計された舞台装置のように感じました。また、暮らしの中に歴が息づいていると感じた場面もあります。例えば、哲学の道、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は静寂、静かな川沿いに続く石の道を歩いていると、隣の家から湯気が立ち上り、おばあちゃんのただいまという声が聞こえているような気がする。観光地と生活が共存している。ここに本当の日本がある気がしました。その空気に僕も自然と背伸びが伸びました。誰かに言われたわけじゃないけど、この空気を乱してはいけないと体が教えてくれた。そして何よりも心を打たれたのは、その静けさがただのルールじゃないということ。それはそこに生きる人たちの美意識であり、時間を広くする心そのものだったんですね。大阪が目と耳で感じる街なら、京都は肌と高級で感じる街。京都に行って初めて、日本には沈黙を楽しむ文化があるんだなというふうに思いました。3つ目の話。甲子園の熱風です。青春が叫ぶ場所、日本が燃える場所ですよね。3日目、僕は次に聖地甲子園へ向かいました。胸の奥がじわじわと熱くなる理由は一つです。僕が日本に来ようと決めたきっかけの一つは高校野球だったからですよ。スタジアムで耳に飛び込んでくるのはブラスバンドの爆音とスタンドを揺らす大歓声。風が吹けばアルプス席の応援旗が一斉に翻り、汗を光らせた球児たちが土を蹴って全力で走り出す。空気が熱い。音が震えている。地面が感情でなっている。それが僕が画像で見た甲子園でした。僕は韓国で野球が大好きでした。子供の頃からイム・チャンヨン選手とかイ・デホ選手に憧れて、自分もそのようなプレーをしたいと思いました。でも韓国の野球文化はどちらかといえばプロ中心ということです。学生野球は高校野球はテレビ仲介されることもほとんどなく、青春やドラマの対象にはなりにくい。それに対して日本の甲子園は異なる。全国から選ばれた高校生たちが人生をかけて戦っている。僕が一番衝撃を受けたのは、球場の片隅にある野球神社。そこに野球ボールの絵馬や甲子園出場を祈願すると書かれたお守りが並んでいたんですよ。野球に神様がいるって本気で信じてるんだ。その文化の深さに鳥肌が立ちました。その後、僕は甲子園球場の見学ツアーにも参加しました。スタンド裏のロッカールーム、選手が使うベンチ、土の匂い、そのすべてがまるで物語の舞台裏でした。そして併設された甲子園歴史館、そこには貴重なユニフォーム、映像、スパイクが並び、一つ一つが熱狂と涙の証でした。その展示の前で僕はふと思ったんです。いやー、韓国にもこういう青春を支える文化がもっとあれば、ちょっとだけ良かったんじゃないかなって。韓国は教育に厳しく、受験に人生をかけているような社会です。そうなるしかない社会だからこそそうなっているし、競争によって肯定的な面ももちろんたくさんあるんですよ。僕はその文化を決してバカにはしていないです。でも、野球やスポーツに全力で挑んでいいんだというメッセージは、この甲子園でしか感じられない、ものすごく貴重な経験だったんですね。高校生が全力で泣いていい、父を抱きしめて泣く姿を大人たちが拍手で迎える。そんな文化を見たのは人生で初めてだったんですよ。甲子園はですね、ただの野球場じゃありませんでした。夢の存在を社会全体で支える仕組みそのものだったんですね。日本が好きになった理由の一つを挙げるなら、僕はこう言います。甲子園を見たからと、日本という感情の嵐に触れた3日間。巨大なタコが踊り、金の寺が源に揺れ、高校球児が土を抱いて泣く。たった3日間でしたよ。でも、
あの3日間が僕の考え方を変えた。僕の人生を変えたかもしれない。日本は静かな国だと思っていました。でも本当はうるさいほど熱く、切ないほど静かで、美しいほど真剣な国でした。街の活気に驚き、沈黙の美しさに心を奪われ、そして青春の叫びに涙した、そんな感情の万華鏡が日本にはありました。このチャンネルではですね、韓国人留学生の目線から見てきた日本と韓国をお届けしています。もし今日あなたの心にも一つでも共鳴があったなら、どうかまた僕の物語を聞きに来てください。チャンネル登録の向こうにはまだまだ語りきれない日本が待っています。今日は以上です。パクンでした。アンニョー。